もう一回軽く塩してひっくり返します。いやー、この焼き色です。甘みが最大限に出た人参に焦がしバターのいい香りがまといます。今バターのいい香りがこれで回ったので最高の状態です。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日は牛ステーキと付け合わせをやっていきます。はい、それでは材料紹介です。牛肩ロース、人参、にんにく、バター、バルサミコ、お好みのハーブ、レモン、オリーブオイル、塩、胡椒です。はい、それでは今日は久々のステーキシリーズということで、昨日僕初めて業務用スーパーに行ってですね、人気ナンバーワン商品の牛肩ロースのステーキを買ってきたので、これとイタリアの絶品の付け合わせと一緒に作っていくんですけど、業務用スーパーがですね、結構野菜とかがマニアック寄りなものとかも置いててですね、生の唐辛子とかあって面白かったです。はい、それでは早速ですね、作っていきたいと思います。はい、それでは付け合わせの人参を茹でていくんですけど、茹でる時ですね、今日この2リットルのお湯の中にこの粗塩をですね 2% ぐらい 40g ぐらいですね、かなり多めの塩入ります。で、沸いた中に皮を剥かないもこのままの人参を入れていきます。で、この状態で20分から30分ぐらいですね、しっかりと人参に下味を入れていきます。はい、それではまずは今日はですね、パック開けるところからやっていきます。で、まずこうパックから開けて一番最初にやらなきゃいけないのは、パックで閉まってて肉がですね蒸れてるんですよ。なのでこう裏とか返すとですね、見てください、この汁です。これが肉の臭みであって、裏返すとこの濡れてる状態じゃないですか。これをまずはしっかりと拭きます。こういうペーパーとかですね、こうやって押してあげるともうすごい臭い汁が溜まっているので、これをまずは拭きます。で、バットに移す時に両面に塩をしっかりするので、まずは片面に塩です。で、だいたいまんべんなく塩します。で、塩をしたらこの塩した面を下にしてバットにのせます。バットに入らないですね今日ねギリギリです。で、裏面もまんべんなく塩で、この状態で最低10分から15分ぐらい置いておくと塩の浸透圧で水分が出るので、その水分を拭いた状態で下処理が完了です。はい、それでは今10分ほどだったんですけど、このテカテカして水分が出た状態までになったら、この水分を取ります。そうするとペーパーをやっただけで見てください、こんなに濡れてるんです。で、ここの拭きが甘いとお肉に焼き色がつきづらくなっちゃうので、しっかりと本当にしっかり水分取って、これでお肉の下処理が完了です。はい、それで今30分ほどですね、人参茹でていったんですけど、表面がもう皮がですねピラってちょっとなってる状態。あとこういう竹串とかで人参刺してもらってスッと入ってれば火入れ完了です。で、これで人参を皮むいてカットしていきます。で、今この熱々の状態の人参を付け合わせのように切っていくんですけど、この皮剥く時ですね、もうこう触っただけで見てください、こうやって皮が剥がれちゃいます。で、このままですね皮を剥くというか、もうピラッと剥けちゃうので、皮付きで火入れすると身があんまりつかないので無駄が出ないっていうのと、この後付け合わせも切り方によってはこのまま焼いてもいいですし、今日はこの人参を大きめの輪切りにカットして、でこれで付け合わせのカットが終わったのでお肉を焼いていきます。では先ほど脱水させたこのお肉を焼いていくんですけど、今日のお肉はですね、面は広くて大きめなんですけど厚みはそこまでないんですよ。薄いお肉を焼くときは基本的にちょっとですね強火で焼いていきます。軽く煙が出てくるまで待ちます。テフロンフライパンでやるときは油をまず入れて温度を上げて、で熱くなったら入れるようにしてください。今軽く煙が出てきました。そしたらこのお肉にもう一回軽く塩をして、でオリーブオイルを入れて、
はい、この状態ができたら焼いていきます。で、塩した面を下。でかいですね、肉が。で、薄めのお肉焼くときはこの音が大事です。この音よりも小さいとちょっと温度が低いので、まずはこの状態で4、50秒ぐらい焼いていきます。それではしっかりと肉の焼けた香りもしてきたので、ここでもう一回軽く塩してひっくり返します。いやー、この焼き色です。で、ここでまた同じ時間ぐらい3、40秒焼いて、はい。で、今バットに上げた状態なんですけど、肉からも湯気が軽く出てる状態。これで次にこの同じフライパンで付け合わせをやっていくので、肉を休ませて付け合わせをして、で最後にもう一回焼いていくって感じですね。で、肉のこの人参の付け合わせがですね、結構時間が10分ぐらいかけてじっくり作っていくので、そういう時はちょっと肉がですね、冷めすぎないようにアルミを軽く、でこのアルミもですね、強くアルミ包みすぎると肉がまたちょっと蒸れすぎちゃうので、軽くラップをかける、柔らかくで置いときます。で、今焼いたこのオリーブオイルだけちょっと表面だけ取って、でこのフライパンに潰したニンニクと再度オリーブオイルちょっと多め加えて火をつけます。で、まだ温度が上がってない状態でもいいので、ここで火入れした人参が入ります。でここでですね、今温度が上がってきてじっくりと人参を焼いていくんですけど、そんなに強い火は必要なくて、じっくりですね、この人参の表面の水分を飛ばしてあげるイメージですね、10分ぐらい焼いていきます。で、ニンニクも一緒にこう焼いてニンニクオイルにしながら、じっくりと人参の最終的な甘みを引き出すイメージです。で、ニンニクが10分ぐらいしたら焦げちゃうので、ちょっと火入ったら人参の上に置きながらこう火を入れていきます。はい、それで今ですね、10分以上じっくりとこのシュワシュワーとした状態でずっと揚げ焼きにしてたんですけど、焼きのこの完了の目安は人参からですね、こう模様が浮き出てるような状態になるんですよ。そしてその表面が乾いてきたら、人参の今甘みがマックスで出てる美味しい状態ですね。ここまでいったらもう人参の付け合わせが完成に近づいてきました。で、一回これでちょっとこのオリーブオイルは取っちゃいます。ペーパーで一旦拭いて、で理想はこのニンニクが柔らかくなってるんだけど焦げてない状態で、ニンニクも美味しい状態なので、今日は一緒に食べてもいいですし、ちょっとここでニンニクは外しておきます。はい、それでは今完全にフライパンの中がフラットになった状態で、最後にバター加えます。で、ここでイメージ的に最後に香り付けで焦がしバターを作っていきます。で、人参はすでに美味しい状態なんですけど、軽くですね、塩と胡椒で味を整えます。で、今バターを溶かしている間にこの休ませたお肉もここで焼いていきます。見てください、このお肉の肉汁がこのバットにしっかり溜まってます。で、最後にこのバルサミコ酢の中に肉のこのうまみしっかり入れてください。で、バターもですね、ちょっと焦がしバターになってきて、いい香りがですねついてきました。で、人参にちょっとこのバターを回しかけて、
そうするとまたですね、この甘みが最大限に出た人参に焦がしバターのいい香りがまといます。最高の状態です。で、今日はですね、肉の焼き方もやってるんですけど、実際この人参の付け合わせだけでも最高に美味しいので、もうメイン級の付け合わせですね。でも人参はほぼ完成が近づいてます。で、バターが軽く今色づいている状態。まだマックスではないです。ここでこの焦がしバターのところに最後に肉が入ります。で、肉が入ったら少し強火にして最後この香りをまとわせていきます。で、最後に胡椒、今バターのいい香りがこれで回ったので、もう肉はですね火が入りすぎちゃうので、バターの香りがついたらでお肉にこの焦がしバターをかけて、これでもう切り分けをします。で、最後にバルサミコ、そしてお好みのハーブです。で、今日はちょっとパクチーを加えて、で火を入れるともう勝手にですねソースにバルサミコにとろみが乗ってくるので、このとろみを人参にまとわせて、はい、いい感じにまとったので盛り付け入ります。はい、これで牛肩ロースのステーキと人参の付け合わせ完成です。はい、いただきます。肉のヒレバッチリです。めちゃうまい。今日ですね、お肉より火入れの時間がかかっているこの人参ですね。皆さんもこれ人参が感動レベルに仕上がってます。本当に美味しいです。で、ここにですね、今日最後レモンを添えたと思うんですけど、このバルサミコの酸味もあるんですけど、やっぱり全体食べた時にちょっとだけ酸が足りないので、そこへレモン汁を垂らして食べるともう最高です。うまい。今日はですね、この業務用スーパーに売ってる牛肩ロースを使った、肉の焼き方と付け合わせっていうのをやったんですけど、この人参っていうのは結構家庭とかに1本余っちゃってどうしようみたいなレシピどうしようかなって結構あると思うので、この組み合わせを選んだんですけど、実際ですね、高客単価なレストランとかに行くと牛と人参の組み合わせってすごくよくやられる。他にもこの根菜と牛を合わせるっていうのはすごく理にかなってて美味しい組み合わせなので、是非ですね、今回のこの人参めちゃくちゃ美味しいのでやってみてください。はい、ごちそうさまです。今日のこのステーキと付け合わせなんですけど、イタリア料理の基礎がですねすごく詰まった料理になっているので、よかったら作ってみてください。はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。